皆さん、こんにちは。みきこです。このポッドキャストでは、日本の文化や日本語学校ではあまり習わないような言葉や表現などをお話ししています。日本人が日本語で話していますので、リスニングの練習にも使ってくださいね。少しゆっくり話しているので、1回目は普通の速度で聞いて、2回目は1.25倍の速さで聞いてみるのもいいと思います。それから、いいねやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。さて、今日のテーマに入る前に質問があります。皆さんはどこの国から聞いてくれていますか？もし日本に住んでいる外国の方だったら、出身も教えてくれると嬉しいです。どこの国の人がどこから聞いてくれているのか、とても気になります。ポッドキャストを始めた頃にも一度聞いたことがあるんですが、最近はチャンネル登録者も増えたので、もう一度聞いてみました。はい、それでは今日のテーマに行きましょう。今日のテーマは、会話でよく使う慣用句5つです。慣用句とは、2つ以上の言葉を組み合わせて、特定の意味を持つ決まった言い回しやフレーズのことです。英語で言うイディオムのことです。実際にどんな慣用句があって、どんな意味なのか、会話でよく使うものを5つ紹介したいと思います。まず一つ目は、口が硬いです。口と硬いが組み合わさっていますね。どんな意味だと思いますか？一回ストップして意味を想像してみても面白いかもしれませんね。はい。口が硬いは秘密を守ることができる人を指します。信頼できる人について話すときに使う慣用句です。例えば、彼は口が硬いから秘密を話しても大丈夫だよって言われたら、安心して彼に秘密を話すことができます。この慣用句は結構よく使います。秘密を守ってくれる人のことを口が硬い人と言います。ちなみに反対の言葉は口が軽い人です。口が軽い人はすぐに何でも他の人に喋っちゃいます。口が軽い人に秘密を話してはいけませんね。秘密を話すときは口が硬い人なのか軽い人なのか見極めてから話さないと危険です。はい。では二つ目です。二つ目は手を抜くです。手という言葉と抜くという言葉が合わさっていますね。さて、どんな意味でしょう？はい。手を抜くという言葉はあんまりいい意味じゃありませんが、これもよく使います。手を抜くとは仕事や作業をちゃんとやらず適当にすることを意味します。例えば、部下が会議のプレゼン資料を適当に作りました。そんな時、手を抜いて作っただろう。見たらわかるぞ。と上司に注意されます。それから、私のことですが、学生の頃、時々教室の掃除、手を抜いていました。まあ、いつも何事も全力でできないので、適度に手を抜くことがあってもいいんじゃないかなと私個人的には思っています。はい。では3つ目です。3つ目は腹が立つです。腹という言葉と立つという言葉が合わさっていますね。腹というのはお腹のことです。さて、腹が立つは
どんな意味でしょう？これはとても怒っている状態を表す言葉です。例えば、誰かが失礼なことを言ったとき、あの失礼な発言には本当に腹が立ったと言います。怒っていることを伝えるのに、この慣用句をよく使います。気持ちを伝えるために覚えておくと便利です。はい、それから4つ目です。4つ目は足を引っ張るです。足と引っ張るが組み合わさっていますね。さて、どんな意味でしょう？これは他の人の成功や進行を邪魔することを意味します。例えば、チームで仕事をしているとします。一人だけうまくできません。そんな時、彼がチームの足を引っ張ってるね、と言います。これはちょっとネガティブな表現ですが、チームワークや協力について話すときによく使われます。私は昔テニスのダブルスをしていました。ペアの子は調子が良かったのに、私がうまくプレーできなくて、足を引っ張ってしまったことがあります。はい。こんな風に使います。では、5つ目です。はい。最後の慣用句は、耳にタコができるです。耳とタコができるが組み合わさっていますね。さて、どんな意味でしょう？これは同じことを何度も聞かされて、うんざりしている状態を表します。例えば、お母さんが毎日毎日勉強しろと言います。毎日毎日同じことばっかり、もう耳にタコができそうだと言います。タコは漢字でこんな風に書きます。聞いたことありますか？海にいるオクトパスのタコではありません。タコは角質化した厚い皮膚のことです。同じ場所に繰り返される刺激とか摩擦に対して足の裏の皮膚が自己防衛反応を起こして角質が硬くなる症状のことです。ですので、耳にタコができるという慣用句は、同じことを繰り返し聞かされて、耳が防衛反応を起こしているんでしょうね。耳にタコができるは、ちょっと面白い表現だなと思います。はい。ということで、今日は会話でよく使う慣用句5つを紹介しました。今日学んだ慣用句は結構日常的に使われています。ですので、聞く機会もあると思います。タイミングが合えば、ぜひ会話で使ってみてくださいね。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほな、またね。